INFJ 男子に一度ハマったらもう他のタイプじゃ物足りない、そんな経験ありませんか？彼らの言葉にならない気持ちを理解してくれる共感力、誰も思いつかない深い洞察、そして心の奥底まで届く誠実さ。今日はなぜ INFJ 男子しか勝たんのか、その複雑で魅力的な理由を徹底解説します。ぜひ最後までご覧ください。お疲れ様です。会社員ひなだの16タイプ分析へようこそ。私も INFJ として、そして多くの INFJ 男性と関わってきた経験から、彼らの本当の魅力と時には理解しにくい複雑な一面までリアルにお話しします。あなたの周りに INFJ 男子がいるなら、今日の内容で彼らの行動や思考が驚くほど理解できるようになるはずです。単純な理想化ではなく、現実的で深い理解を通じて、なぜ INFJ 男子が特別な存在なのか一緒に探っていきましょう。皆さん、こんな経験ありませんか？ INFJ 男子と話していると、なぜかこの人、私のことを本当に理解してくれてると感じる瞬間もある。言葉にできない気持ちを彼らは表情やちょっとした仕草から読み取ってくれる。でも同時に、この人何を考えているのかわからないと感じることもある。実はこの理解してくれるのに望めているという矛盾こそが INFJ 男子の最大の魅力なんです。彼らの魅力は深い共感力、理想主義、創造性、誠実さ、自己成長への意欲、精神的なつながり、そして静かな自信と責任感、さらに面倒くさい部分や複雑さも含めて、他のどのタイプとも圧倒的に違う多面性があるんです。ひなたさん、僕の周りにも INFJ 男子がいるけど、確かに不思議な魅力があるのだ。でも、なんでそんなに特別なのだ？それを今日3つの章で詳しく解説していきますね、ずんだもん。ただし、彼らの魅力は複雑で、時には理解しにくい面もあることも正直にお話しします。INFJ 男子の魅力の1つ目は、彼らの卓越した共感力と洞察力です。彼らは相手の気持ちに敏感すぎる、ちょっとした表情とか話し方のニュアンスで何かを気づいてしまうという能力を持っています。これは単なる想像ではなく、相手の声のトーン、仕草、言い方など五感を使って情報をキャッチし、その言葉の裏側に隠れている背景を読み取る高度な観察能力なんです。この能力により INFJ 男子は言葉にならない気持ちを理解してくれる存在として、相手に深い安心感を与えます。多くの人から相談を受けることが多い。初対面の人にも相談を受けることがあり、自然と人々の心の支えとなる存在になっています。視聴者の方からこんなエピソードをいただきました。仕事で落ち込んでいた時に INFJ 男子の友人が、なんか今日いつもと違うね、何かあったって、何も言わないうちに気づいてくれたそうです。その瞬間、この人になら話せるって思えたとおっしゃっていました。例えば、あなたが大丈夫と言っても、彼らは本当は大丈夫じゃないことを見抜きます。そして無理に詮索するのではなく、あなたが話したくなるまで静かに寄り添ってくれる。この絶妙な距離感こそが彼らの最大の魅力なんです。それってすごい能力なのだ。でも、疲れちゃわないのだ。そうなんです、ずんだもん。実はこの能力は彼らにとって諸刃の剣でもあります。人の感情を敏感に察知しすぎて、時には相手が求めていない深読みをしてしまうこともある。勘違いの時もあるんです。この共感力と洞察力が INFJ 男子の特別な魅力の第一の理由なんです。でも彼らの魅力はこれだけではありません。2つ目の理由は実はもっと深いところにあるんです。2つ目の理由は彼らの深遠な思考と、そこから生まれる革新的な創造性です。 INFJ 男子は常日頃から何かしら考えて生きているタイプで、考えすぎと言われることも多いですが、その思考の深さこそが彼らの魅力の源泉なんです。彼らは自分の理想とかけ離れた汚い世界を見ては傷ついていながらも、より良い世界が具現化されるという事実で自分の強さを発揮できる人間なんです。単なる理想主義者ではなく、自分の中に秘めた思想や信念は他人と連携しようとする欲望を持ち、この情熱を利用して社会的に大きな成功を成し遂げることも可能な実行力も備えています。視聴者の方から聞いたお話では、 INFJ 男子の彼氏が環境問題について深く考え、やると決めたら最後までとことんやるタイプだったそうです。単なる理想論で終わらず、実際に生活スタイルを完全に変えて周りの人にも影響を与えていたとのことでした。面白いのは、誰かと競争することはすぐに諦めがちだけど、自分自身との戦いとなると目の色は変わるんです。他人と比較するのではなく、昨日の自分を超えることに情熱を燃やします。そして彼らの創造性は常日頃から面白いことを考えて生きている。この場面でこう言ったら面白いだろうなという日常的な思考として現れます。しかし言ったらドン引きされるんだろうなと思い、容易に見せないという慎重さも持ち合わせています。彼らは優しさの中に秘めたユーモアのある皮肉や闇の部分を持ち、何に対してもナンバーワンじゃなくてオンリーワンを求めるという独自性の強いこだわりがあります。笑うポイントがおかしい、その人のさりげない仕草や口調などがツボに入るとずっと面白く感じてしまうなど、独特の感性を持っています。僕も INFJ 男子の友達の独特な面白さに驚かされることがあるのだ。
狙ってないのに面白い人が大好きという価値観からも、自然体でありながら独創的な発想を重視していることがわかります。この深い思考力と創造性が INFJ 男子の唯一無二の魅力を形成しているんです。でも彼らの本当の魅力はこの創造性を誰に向けるかにあるんです。それの3つ目の理由に深く関わってきます。3つ目の理由は彼らの一途な誠実さと精神的なつながりを何よりも重視する心です。 INFJ 男子の誠実さはあまり人を好きにならない分、一度ハマったらずっと好きという一途な愛情として現れます。彼らは誠実で誠意のある人が好きであり、言動に一貫性がない人や異質な人を見ると自然に距離を置くという強い価値観を持っています。一度信頼を置いた相手は簡単に冷めることはなく、長期的な視野で関係を築こうとするため、パートナーシップにおいて非常に安定した存在となります。愛情が深い分、相手にも同じくらい愛情深い人を求めるという特徴があり、表面的な関係では満足しません。視聴者の方から聞いたお話では、INFJ 男子のカップルはもう5年以上付き合っているけれど、今でも相手のことを世界で一番大切な人っていうそうです。時間が経つほど愛情が深まっているとのことでした。ただし、自分の愛情を相手はそこまで求めていないと判断した時にすぐに関係を断ってしまう傾向もあり、愛情深いからこそ相手に負担をかけたくないという複雑な思いも抱えています。 INFJ 男子は他人と深い関係を望む傾向があり、深い関係を結ばなければ会うべき理由を見つけることができない特徴を持っています。心の底からつながりたいという強い願望があり、精神的なつながりや内面を重視するタイプです。話した時にどれほど自分と心の奥を共有できるのか、会話のテンポや波長が合うのかを重視するという基準で人間関係を築き、ディープな言葉を交わせる相手との関係を特に大切にします。興味深いのは、どうでもいい人を誘うことはほとんどない。どうでもいい人と食べるご飯よりも一人で食べるご飯の方がはるかに美味しいという価値観を持っていることです。それって選ばれた感じがして嬉しいのだ。でも選択基準が厳しそうなのだ。そうですね、ズンバも彼らの基準は確かに厳しいです。でもだからこそ彼らに選ばれるということの価値が高いんです。この一途な誠実さと精神的なつながりへの重視こそが INFJ 男子の特別な魅力なんです。でも実は INFJ 男子の魅力はここまでお話しした3つだけではありません。後編ではさらに深い2つの理由と彼らの複雑で人間らしい一面についてもお話しします。今日お話しした INFJ 男子の3つの魅力を振り返ってみましょう。卓越した共感力と洞察力があなたの心を深く理解してくれる。深遠な思考と革新的創造性、常に成長し続ける向上心と独創性、一途な誠実さと精神的つながり重視、表面的でない深い関係性、これらの魅力が複合的に組み合わさることで INFJ 男子は本当に唯一無二の存在感を放っているんです。今回の3つの魅力だけでも INFJ 男子が特別なのがよく分かったのだ。でも彼らの魅力はこれだけにとどまりません。後編では内省的な自己成長への意欲と静かな責任感、そして完璧じゃない複雑さも含めた人間らしい魅力について詳しく解説します。今日の3つの理由の中で最もなるほどと思ったのはどれでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。実際に INFJ 男子と関わった経験がある方は体験談もお聞かせください。もしこの動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。後編も必ず見てくださいね。 INFJ 男子の皆さんも自分の魅力を再確認できたでしょうか？あなたたちは本当に特別な存在なんですから自信を持ってくださいね。また次回お会いしましょう。またなのだ。